これというきっかけはないんですけど、高校3年の時に進路どうしようっていう時になんとなく陶芸の学校訓練校に行ってみようって思ったのがきっかけですけど、当たり前に家に手作りのお皿、父親とかおじいちゃんとか周りの方のお皿があって、それを使ってたっていうのもやっぱり大きいかなって思います。その訓練校に18歳で入って、その学校自体は1年間学んで、その後京都の作家さん、そこも夫婦でやられてるところだったんですけど、そこで1年間弱、学ばしてもらって、その後奥さんと一緒に愛媛で独立しようということで愛媛に行きました。それで5年半ぐらい愛媛で活動して、でその後丹波に帰ってきたっていう感じです。選ばなかったっていうよりかはもう選ぶ気はなかったですね。いつかは帰ってこようっていうのは思ってたんですけど、いつか帰ってくるからその前にどっか行ってみようっていう思いはずっとあって、だからいきなり帰ってくるっていう選択肢は本当に一もなかったです。愛媛で何年かやってる間に産地じゃないところで作って売る難しさみたいなものはやっぱり感じて、自分でよそに行ったり、お店に卸してもらったりとか、そういうのじゃないと売れない、自分のお店で自分の工房で売れないっていう難しさは、感じましたね。やっぱり最初は外に出てよかったなと思う。訓練校に出てすぐ丹波に帰って、何もせずにお客さんが来る環境にいなかったので、どうやって売ろう、どこに売りに行こうみたいなのをずっと考えてたので、それは今にも役立ってるかなと思います。京都っていう産地と愛媛も近くに砥部焼っていう産地があって、それで丹波を知ってて、3つの産地を知ってる中で丹波は特に横のつながりがすごい強いなっていうのは感じてて、協力するともちょっと違うんですけど、みんなで産地を盛り上げようみたいな気持ちがみんなあって、ですごい勢いがあるなと思います。今の丹波で言うとこれっていうのはやっぱり丹波焼というくくりでないので、そこになると難しいですけど、この近所で土が取れてるっていうのがまずすごく産地としていいなっていうのは思ってますし、土の種類で言うと少ないんですけど、ほぼ1種類とか2種類とかそういうところなんで、それをどう使っていくかっていうのは考えます。僕自身は愛媛でその5年やってから帰ってきたんで、まだ愛媛の時の時間の方が長いので、大々的にやっぱり丹波焼とはまだ自分の器を言ってなくて、でもこの土地で丹波の土を使って、たまに丹波の登り窯使って焼いてるので、分類的には丹波焼だと思うんですけど、そんな感じでも僕がここにいることによって丹波焼がもっと後々残っていく存在になるので、そういうつもりでやってるかなっていう感じです。丹波自体もともと時代に合わせていろんなものを、その時代に求められるものを作ってきた産地なので、今も僕が丹波に帰る前からこれぞ丹波っていうのはなくて、釉薬を使って結構カラフルな器もあったり、かと思えば、ずっと登り窯だけでやってる方もいらっしゃって、結構幅が広いんですよね。それは僕にとって戻りやすくて、産地として良くも悪くもっていうところなのかもしれないですけど、僕にとってはそのよそでやってから戻るにはちょうど良かったなって思います。一番は器のフォルム、
こう例えば飯碗だったり、お皿だったり何でもそうですけど、横から見た時のフォルムの綺麗さっていうのはこうずっと意識して作ってますね。ある程度の軽さだけどこう薄すぎないこう安心さみたいな、その程よいところをなんか狙いたいなと思ってます。釉薬自体の研究というかテストみたいなことはずっとしていて、新しい釉薬、これ使いたいなって思う釉薬を毎回焼くたびにちょっとずつ研究してるって感じですかね。俳優が好きなのでこう今と違う俳優を作りたいなっていうのもありますし、フォルムをこう綺麗に見せるだけの釉薬というか、もうちょっとシンプルな釉薬も作りたいなと思うし、そうこうしてていろいろ広がっていくのは大変なんですけど、
やっぱり一番は自分で信楽だったりとか売りに行った時にお客さんに買ってもらっていっぱい使ってるよとかいいねって褒められることがやっぱり嬉しいですけど、釉薬をかけて窯で焼いてそれが予想以上のいい色で出てきたりとかいう時もやっぱり嬉しいですし、その2つですかね。思いますね。もう学校に入ってちょっとしてからもうすごい楽しくて、良かったと思いました。単純に学校がいろんな世代の人が集まってたっていうのもあると思うんですけど、土に触れてそれを自分で動かせるっていうのが徐々にやっぱり楽しくなってきましたね。夫婦の作家さんのところでその方たちの作品の作る手伝いをしてる中で、こんな形作ってみたいなとか自分のものを作りたいなっていうのが徐々に芽生えてきたっていう感じですね。